イグランドジョンです。今回はね、ナビ VS エントロフィーというわけでね、やっていきたいと思います。はい、というわけで対戦相手からの先行ですね。結構このクラントは直近で何回か、3試合ぐらいかな、やってる印象がありますね。スーパーアーチャーにゴーレムとロケバル。これはウォーデン使わない代わりにロケバルで罠チェックをね、代用してった形、かなり削れていきましたね。突撃艦はボムタワーのところ、ウォールブレーカーも入ってるので、一応届かせることには成功してますね。ボムタワーが破壊してから、つけていきました。クローンまでの時間をかなり稼ぎましたね。ここからタウンホールプラスアルファで削れるかというところですが、タウンホールは大丈夫そう。このまま逆サイマルチとか、おでん像までね、反射で入ると強いんですけど、強いっすね。投石までいけるか、それ。投石までいけない。ギリギリですが残っていく。外にね、タゲ取ってもよかったシーンだったかもしんないですね。スーパーアーチャーより先にね、投石のタゲを取るみたいな意味合いで。ちょっとですが残ってくれたことで、キングが結構レッドゲージ付近ではないね、レッドゲージまで落ちていって、ただ、ウォーデンがね、これトームあるんで、ストライカーまでつつ、クイーンがそれた。ストライカーもこれはトーム入らなそう。ただ走っていきましたね。ただこれはキングにも入ればいいトームだったんですが、キングが一人でトーム打てるからね。ロイヤルチャンピオンクイーンというところ。クイーンの方はもう完全にルート的に壁打ち続けて、いいウォールブレーカーだ。一応こういうルートで見てたんだなっていうのは分かりやすく見えたんですが、ここはアイゴレのフリーズが奥で入りそうかな。強いね。ウィズトを切って、赤バクも結構ありそうなゾーンだからね、ここ。単品で出しつつ。ただ、下側の単品バルーンがかなり伸びてないですね。シングル、テスラというところ、リックスケも出てきそうですね。これクイーン来るんですけど、先にシングル折られつつ。ただやっぱクイーンがこっち伸びてないことによって、投石までは伸びず、下側結構やっぱウォーデン付きじゃないラバルだとね、単体施設のところを突っ込んでた印象で、かなり解けましたね。ゴーレムを採用してたってことで、ラバの数は1体というところで。伸びなそう。クイーンの逆走がやっぱ痛かったですね。とはいえかなり伸びていって、逆サイここまで伸びつつらっていうところか。90% ちょっとというところですね。かなり際どいアタックいきなり飛んできましたが、スーパーアーチャー。最近やっぱりね、スーパーアーチャーという戦術が、もう一回、対策されづらくなってはいるので、他の編成の方がね、今流行ってたりするので、また、一つ強い編成として復活しつつあるかなというところですが、94% 防衛。額ですね。クイヒーラバル。3時にバーバリアンを置きつつ、シューターセット、スニゴブを置いて、クイーン。2時ぐらいからのスタート、穴開けでイーグルホーク角に入れて、リターンの呪文とか特にないので、このままシンプルに進めていく感じになりそうですかね。真ん中マルチを開けていくのか、それとも、クロスボウの方をずらして、レイジタワーとかね、そっちとか、大体の目安はその辺になりそうなんですが、ウォールブレーカーの開ける位置がかなり重要ですね、これ。テスラによって一歩動いちゃうかな。クロス打つかな。テスラで動いて、クロス打って、ウォールブレーカーここで出さないなら、シンプル、レイジタワーか。ここはマルチ IT のところを狙ってそうですが、インビジブルで守りつつ、ここもまだ出さないですね。テスラを追って、ウォールブレーカーかな。出さない。ってなると左に流すのか。左というか、12時側に流していくのか。なるほど。ここはフリーズを打ちつつ、キングが12時から登場。かなり火力も高くなりますね。守れる呪文がフリーズというところですが、レイジタワーに乗った投石のためにね、打たなきゃいけないのはかなり辛い。ここでようやくウォールブレーカー来ましたね。フリーズもう一回打っていくと、これタウンラバルなので、タウンにフリーズないの結構しんどいが、クイーン落とす方がしんどいというところ。やはり中心マルチの方は穴開けで狙ってきましたね。ストライカーも混ぜてロイヤルチャンピオンをサポートしつつ、シューターの方は逆サイドの方も折ることができてますね。投石の方。
クイーンはしっかり入ってるんですけど、このモノリスのケアができないんですよね。クイーンだけでは。クロークはもうすでに打っています。ここからフリーズなしでタウンホールをケアしていかなきゃいけないというところ。クイーンはもうシューターの範囲ダメージでだいぶ解けてますね。早めのトームになりそうかな、これは。トルネ出たね。ヘイストトームでここは守りつつ、確実にというところですが。おでんぞ。折れそう。ちょっと苦しいですね。ホグとかも展開して、この辺はシューターのあれ用にね、持ってきてたと思うんですけど、ちょっとクイヒーの方がね、忙しすぎたので、火力的にだいぶ上がっちゃったので、シューターのためのチェックができなくなってしまったというところ。ウォールブレーカーももう2枚持ってきてたんですけど、狙えるのであれば奥開けてきたかったんですかね。破壊率できるだけ伸ばしていきたいところですが、キングが壁を殴るだけでフェニックスになっていきつつ、リクスケ登場でこれはタゲも全部そっちに座れそうかな。間に合わなそうかな。83% で終わりそうですね。クイヒーでね、フリーズの呪文使わされたのがきつかったですね。さあ、トロヤ。去年までね、SG トリステラとして日本クランでね、活動してた海外の方ですね。インドラスケルトンにクローン、花火かなこれは。花火っぽいかな。ロケバル3体あるんで、対空砲を折ってからっていう形になると思うんですけど、上から来ましたね。なるほど。これ、ホーミングの方は一発ヒットしましたが、いいタイミングでロケバル差し込みましたね。なんか通常ガーゴイルめっちゃ入ってんだけど。それ通常ガゴもクローンされちゃうんで、なんか、数おかしくなかった？ちょっとでいいのに。さあ、余計なことをした感じがあるぞ。これは、シンプルに失敗しましたね。ガゴ入れずに50枠埋めないっていうのもね、結構ね、花火やる人からすると手だと思うんですけど、そういうのもありだったかな。ここはトルネード、逆サイドに展開してた場合、トルネードに当たってましたね、花火の方は。2分の1を当てた形になりますが。さあ、スケルトンの呪文使うことで、クイーンだったり、投石だったり、モノリスのタゲを取っていきたいというスケルトンの呪文を2枚打ちましたね。で、ここからようやくヒーローパートをスタートしていく形。これ、タウンホール折れてたら割と強いトームがね、中心バタリで打てそうだったんで。さあ、インドラはクランジョをターゲットしてくれましたね。クランジョの方を折りつつ、ここでモノリスの方もスケルトンの呪文がターゲット取ってくれているので、折り切ることができました。とはいえ、やはりタウンホールでね、だいぶ解けて、ヒールとかもないんでね、タウンホールの攻撃を思う存分受けてしまったので、やはりかなり苦しくはなってますね。構成的に何体入れたんだ、あのガーゴイルは。ガゴに花火がクローンされてしまったところだったり、インビジブルタワーね、フリーズかけたんですけど、かけなくてもいいまであった気がするけどね。外周部から削ってもろてって感じでもよかった気もするけど。ジャストで止めれるならいいけどね。火力がやっぱ、スーパーガーゴイルじゃなくてガーゴイルが増えてしまったことで、フリーズかけてもタウンホール落とせるだけの火力がなかったって感じですね。状況を見てフリーズはね、やっぱその辺変えていかなきゃいけないんでね。プランニングだけで決まる形ではなかったので。さあ、これはただナビからすると美味しい防衛ですね。タウンホール突失敗というところ、大きく破壊率が落ちていく要因になりました。さあ、76% 防衛です。バゴ7体ですね。さあ、ベルナウ、クイヒー、ディガー、ホグで、ヒールが1枚型、違う、クイヒー、ホグだ、これ。ディガーが1体しかなかったですね。クイヒー、ホグで、バルーンも6体突撃艦ということで、初手でぶっ飛ばしてくる形かな。なるほど。このままタウンホールクイヒーをやっていく形かな。タウンホール14ぐらいで結構よく使われてた
突イエティでタウンホール横の防衛施設を削って援軍釣りつつ、サイドカットが済んでるので、そのまま、クイヒーをタウンホールの方に進めていくみたいな、まあ割とシンプルなプランですね。援軍もアイゴレというところでかなり美味しい。これはプランが分かりやすいですね。まあ馴染みのあるプランかなというところ。これクイーンじゃなくてユニコーンにね、衰弱能力がつくので、クイーンはかなり早めにアイゴレの処理ができそうですね。ワンタッチ。ここでサイドカットできてるのがね、トツイエティの強み。うん。ホーミングチェックはね、残り2体しかいないので、そこで使うんだ。まあ、タウンホールまでプラスアルファで取れればいいっていうところですかね。キングをキングにぶつけてもうスタートしたいって形かな、これは。ストライカーは出してるかこれ。出してないんじゃないの？出した。ようやく出ましたね。ちょっとキングへの被弾が高くなってしまいましたが、基本これ3時から行きそうだけど、クロックとインビジブルがね、被っちゃったのも、ちょっと痛いですね。さあ、ここモノリス止めれるか？クイーン落ちちゃうな、それ。うん。クロック押せなかったの痛すぎる。残せなかったの痛すぎますね。さあ、レイジがまだここあるので、ストライカー、レイジトームをここ中心部撃墜をレイジトームと。さあ、残してたホグはしっかりとって感じなんですが、2連巨爆によってだいぶこれはホグが溶けていく。すごいな、この巨爆。これ何用なんだろう。シンプルシューターとかなのかな。さあ、ここでレイジロイヤルチャンピオンがかなり強いよ。ヒーラーもくっついて、奥がマルチなんだよね。ロイちゃんからするとマルチはそんなに怖くないんですけど、対地クロスとモノリスというところ、ルートがどうなるか。ロイヤルチャンピオンはここで HP はフル回復してますね。ウォーデンの方も HP がヒーラーがついたことで回復しつつ。ロイちゃん、止めてくれ、ディギー。ナイス。ここ、ポイズンリザードが処理をしてくれましたね、リックスケを。さあ、いいブーメランだ、これは。いや、伸びるよ。フリーズがまだ一発あるんだよね。いや、クイヒー落としてしまったのがね、やはり痛いんですけど、クイヒーパートで残ってるはず、ね、落としておくはずのものがかなり残ってしまい、さあ、マルチまで突破して、ロイちゃん自体はね、かなり伸びてくれてるんですけど、まあ、火力と時間が間に合わず 86% と、まあ、やはりこれはクイヒーでしたね。さあ、7-0か。7-0天才なので、クイーンとマルチ IT というところですね。ポイズンが2発入ってますね。援軍処理を、まあ、ラバルで受けるのか、ヒーローで受けるのか、どっちかわかんないけど、そういう中で処理をしていきたいという形ですかね。まあ、レイジターも被るようなところで打つかな。はい。レイジターも 7-0 で落とせるような感じで。うん。まあ、ポイズン2枚型ってなると、真っ向から戦いに行くような、そういうヒーローパートになりそうですよね。別にね、ラバルパートで当たんなら1枚とかでも良さそうだもんね。昔は2枚積まれることも多かったけど。ジャイロイちゃんを置きつつ、クイーンはタウンホールの方へ。キングロイヤルチャンピオン援軍処理を担当する形になるかな。うん。火力が高い。さあ、キングの方も火力が高い。ポイズン1枚置いちゃってよかったと思うな、それ。援軍がね、アイゴレバルーンというところもね、即座に出ましたからね。キングの方も、クイーンの方もキングに捕まって、これも火力が高い。3箇所すべてで、これは火力計算ができてないか？一応タウンホールの方にクイーンは届いたので、ここはインビジブルで守りつつですが、次、釣られましたね。GG。さあ、すべてのパートでヒーローパートは失敗したような状況でしたが、すべてのパートで、補助のね、呪文があれば、そこそこいけそうな感じだったけど。7-0で転載してるんでね、さすがにそれは、呪文の枠数が合わないんで。シューターに切り替えてタウンホールをシューターで落としていくようなリカバリーですね。このマルチ IT がね、本来キングで落としておくべき、こういうプランだったと思うので、
残ってるのはかなりきつい。これダイヤモンド配置とかね、という感じで言われることが多いんですけど、この配置も結構守りますね。最近の傾向としてやっぱボックス配置がね、かなり流行ってたことで、ボックスでの攻め方っていうのはある程度みんな確立されてきたかなーって感じはあるけど、このダイヤも強いですね。このマルチ3連がね、やっぱね、ラバルからすると結構きついなーっていうシーンをいろんな対戦で見る感じになってますが、タウンホールの方はね、シューターが落としてくれつつ、あとはもうタウンホールと、このシューターがどれほど伸びるかっていうところに、この破壊率は関わってきそうです。エントロフィーはね、一回ナビ負けてるんで、結構ね、強い相手なんですけど、一応。援軍はインドラバルーンというところ。さあ、ここでモノリスのターゲットはインドラに入って。うん。バルーンの数によって防衛節も結構削れましたね。76で終わりそうかな。76% の防衛です。さあ、ホッサンですね。突ウィズラバル、ホッサン。イーグル砲のとこですかね。イーグルマルチのところを指していくような形。エアスイーパーにフリーズかけて上振れれば上振れるほどいいので、できるだけ奥の方に進んでほしいという形でしたね、今回は。いや、強いな。いやー、これはもう刺さっちゃうならもうダメですね、これはもう。勝ち確ですね、これは。かなり強気な突撃艦でね、上振れてくれたところもあるので、ホーミングがあったらね、手前で落ちてるんですけど、それはそれで OK っていう形だったと思うんですけど、なかったことによってかなり奥まで届くことができました。ちょっとね、この辺のプランニングがね、怖いところもあるので、手前で落ちた時にリカバリーできる人じゃないとやっちゃいけない突撃艦かなとは思うんですけど、それができるのでね、上にやってったって形だと思います。ちょっとこれは、クイーンが大変なことになっているんですが、逆サイドからのラバルにヒーローパートに切り替えましたかね、これは。うん。上に持ってって多分タウンラバルからっていう流れがね、綺麗だったと思うんですけど、できないので、こっちから行って、9時からタウンラバルかな。イングロイちゃんとかこの辺ぶち込んでいきつつ、それはそれで強そうですよね。黒く保ちたいようなイメージのフリーズだったかもしれないんですけど、ここはクイーンが落とされていって、フリーズかけますね。フリーズかけてこれクイーンこの HP で折り切らせるんだ。マルチインフィルノをクイーンに折らせました。キングロイヤルチャンピオンをやはりここに入れていきつつ、延命したクイーンがだいぶ仕事をしてくれた。HP のクイーン、ロイヤルチャンピオン出しちゃうよね、普通の人。ここはフリーズかけ得ですね。タウンホールとマルチインフィルノというところ。ウォールブレーカーでウィズトのタゲを取ってからのバルーン。こういう細かいところもね、残ったウォールブレーカー使わないので、こういう使い方がね、非常にいいですね。もうフリーズはもうなくなっているので、ここはヘイストトーム、タウンホールを駆け抜けたラバハウンドが、しっかり対空砲をロックして、裏からバルーンです。ちょっとタウンホールバルーン怪しいぞ。追加でバルーンをしっかり残していて、タウンホール折れないとやばいけど、ゴーデンもしっかりここはスライドしつつ、危ない。このね、バルーン9体今手元に残ってたんですけど、全部裏から出すんじゃなくてね、手元にタウンホールケアにね、残しつつ、確定数だけ裏にぴったりね、出してるところでね、これうまいですね、さすがです。クイーン大逆走から始まったんですけど、これしっかりと、前回取り切ってね、リカバリーでしたね、これもね。フレチャレとかだったらね、やめたいポイントでしたよね。さあ、クイヒーライドラー、流行りの戦術ですが、ちょっとやりづらいような形にはね、なってるタイプのボックス陣も増えましたよね。あんだけクイヒーライドラー増えたら、そりゃね、対策しなきゃいけないですよね。
シンプルに片サイド削ってみたいなのがやりづらくなって、クイヒールートもただ流すだけじゃ難しいっていう配置も増えたと思うんですけど、今回はリターンの呪文なしで、このままシンプルに投石区画に誘導しつつ、逆サイドはシューター。これシュータースタートの方が良かったかな。時間的にね、クイーンの方が多分早く入りすぎちゃうっていうことですね。あとこれちょっと、クイーンの動きこれで合ってんのかな。合流しそうじゃない？ああ、インビジブル使うの。コントロールちょっとミスってる感ありましたよね。外からの誘導を見てるんだ。もしかしたらここインビジブル誘導、本当はこっちで見てたかもな。入らないですからね。こういうのもあってやっぱシューターからスタートしておく方が良かった気はしないでもないが。ここからライドラ展開していきますね。がっつりサイドカットして、ゴリ押しで戻していこうというところ。クイーンの方もしっかりレイジを置きつつ、タウンホール前、シングル IT もバルーンが捕まえてくれてたので、大丈夫。インビジブルタワーはここで発動していって、フリーズかけずに、ここはトームから入りましたね。かなりライドラのルートがぐちゃっている。これがあるのでね、ちょっとやりづらいタイプのボックス配置だなって表現はしたんですけど、そっちに打ったレイジライドラ強い。そのレイジライドラ強いよ。マルチ降りつつ、これモノリスクランジョーまで。いやー、それは強いな。上振れたな。キングにキングでこっちにポイズン。クランジョー潰れたんでね。さあ、シューターから出てきたのは、イエティとエレクトロタイタンというところ。さあ、ジャイアントも、追加で出しつつ、ロイヤルチャンピオンもね、一緒にね、キング処理の方に関わってますね。さあ、クイヒクローク持った状況で、これぐるぐる回ってきて、前回と、いけそうですね。序盤ちょっと苦しい展開っぽく見えたんですけど、インビジブルのね、クイーンの誘導っていうところで、もともとそういう誘導考えてたかもしれないけど、中心ライドラ入りは狭いけど、入った後がね、結構動かしやすかったのかな。流行りの編成の力強さというところが見えましたかね。カズマくんスーパーボーラー。珍しいですね。結構ね、こういうなんか陸系の編成するときエレクトロタイタンでやることが多いんで、スーパーボーラーを選ぶことが結構珍しいなって感じですけど。イメージ的にはボックス配置で14の頃の直撃のウッドランチャー目指してんのかな。陸オーデンラバルとかでね、結構ね、陸オーデンのクイヒーラバル結構カズマくんはやるんですけど、それに近いイメージで使ってそう。クイーンでウォーデン引っ張って、しっかりおでん像のタゲがね、おでんに入らないように、いいタイミングでタゲと取ってますね。この辺完璧だな。ストライカーとネクロ間違えましたね。ネクロが本体の後ろ、ストライカーがキングの後ろから出てしまうというところ。ちょっと痛いタップミスですが、ウッドランチャーも登場してますね。トームを早めにかけていって、すべてのユニットが守られていきます。タウンホールまでトーム残すのね、無理なんで、さすがに。なので、結構早めに打って、ユニットを守っていくことが肯定されてますね、このタイプの攻めは。ネクロは1体しかいないので、ここはね、頑張ってネクロに1体でね、活躍してほしいというところ。チャミが出ました。ギリギリでマイクミートしていきつつ、タウンホールの方まで、クイーンの方ね、延命できてるので、ここ一回ヤイゴレの方で守りたかったんですけど、ちょっとフリーズがね、入らず。クイーンはしっかりタウンホールまで届きましたね。呪文がまだレイジフリーズインビジブル一発ずつあるんですけど、ここはロイヤルチャンピオンかけたんですけど、ちょっと失敗。ちょっと痛いな、その呪文ミスは。レイジフリーズがあるんですけど、これどこに打ちますかね。おでんの方がこれ、タウンポイズン受けずに、マルチ IT を降り続けることができそう。レイジフリーズはもうキングかおでんか、この辺に打つしかないかな。フリーズを一旦キング延命に使いましたね。こうなってくると、ネクロがやっぱり3体いるかいないかで、結構変わりそう。ここに2体いたら結構終盤強そうだったね。さあ、レイジは、
ただこれ、キングネクロおでんがね、合流すれば、これレイジで合流せそうかな。さあ、続々と打たれていきますが、このタイプのね、3時からおでひもかなり短くやったし、一直線で進んでるんでね、時間の方も最後、かなり使ってはいますが、間に合っていきそうですね。さあ、レイジキングがギリギリの HP で保たれていって、さあ、ネクロがね、これレイジ乗ったことで回収も早まりますね。さあ、ギリギリですが、前回取り切ってガーサス。最後の方になって、前回ラッシュになってきましたね。さあ、対戦相手ラストアタック、61天才のエレクトロタイタン編成、ウッドランチャー。はあ、なるほど。天才のバリューとしては中心部が美味しいんですけど、ランチャーって見たら真ん中には打たないと思うんで、シューターにするならね、まあ、ここに打つかなーって感じですけど。うん。直撃できそうですかね。うん。まあ、天才バリューが美味しいところで、中心部追ってきましたね。まあ、その上で、このままウッドランチャーで反対サイドから入っていくっていうランニングっぽいね。いや、今のポイズンリザード強いね。ロイヤルチャンピオン一瞬でボコボコにしてくれました。スニガブサイドカットもやりつつ、逆サイドはアーチャー。9時の方もね、アーチャー置いて、いい形ですね。ロイヤルチャンピオンはここ、ウォーデン、ちょんと触るだけで OK というところ。すかさずクイーンを展開していきつつ、ウォールブレッカーは使わないのかな、ここは。エレクトロタイタン引っ張って、ストライカーも展開。これはウォーデン、早めに前に動いてヒーラー動かしたいですね。イーグル砲も当たってるので、まあ、クイーンの方も、ヒーラー一度ここは合流させつつ、エレクトロタイタンの方にヒーラーは移りそうですね。さあ、リクスケに反応して内側入って、逆サイド、キングにウォールブレーカーですね。これはスニンガブサイドカット。この辺細かくうまいですね。若干ランチャーもうちょい右に動かしてもいいのかなって思った。タイチクロスにウッドランチャーが入るんでね、そうすると。さあ、穴が開きつつ、ここでトームですね。ただこれ援軍も当たるのか。まあ、どっちにしろトームが当たるからね、援軍に当たらなくても良さそうではあるけど。ロイヤルチャンピオンも出して、ここは3時に膨らまないようにサポートしつつ、まあ、ウッドランチャー届かなかったとしても、ジャンプで確実に届かせるような形でね。ただ、最後の呪文を使っていきました。リクスケ出てきたんですけど、エレクトロタイタンが吹き飛ばし、この10時マルチすげえ怖いけど、9時上のね、マルチ。さあ、ジャンプかけたことで、タウンホールの方には寄らずに、クイーンの方はそっち行ってしまいましたが、ロイヤルチャンピオンがここで届きましたね。いや、かなり怖いジャンプかけたなって感じですけど、プランニングとしてもね、このジャンプタウンホールの方にかけてたら、誰がこのマルチ担当するんですかって形だったんですけど、まあ、ロイヤルチャンピオンでタウンホールまで伸ばすっていうね、そういうプランニングだったなら。さあ、こちら最後のアタックも全開取り切って、最後お互いに2連全開ずつですかね。さあ、残ったのはクラウス。勝つために全開を取ってほしいという最後のアタックになりますが、ドラゴンライダーですね。スケルトンインビジブルのドラゴンライダー編成。シューターはこれは、タウンホールなのかな。ハイチクロスのターゲットをどう取るか。さあ、ここはかなり美味しいですね。投石とクランジョとモノリスというところでの3施設を狙っていきます。さあ、防衛施設2つは削れていって、クランジョの方も大丈夫。ポイズンタワーまでおまけがついてくる。ヒーローパート逆サイドですね。第一ギリギリ当たんないのかな。うわ、当たんないんだ。当たんないですね、これ。ホグ展開しそうですね、ここで。いいタイミングでのホグ展開。この後クエイク揺らしたいところですが、大丈夫かな。インビジブルかけていきつつ。タウン起動してないぞ。大丈夫か。さあ、ここでタウン起動して止めていく。ヒーローパートとね、一緒にね、やっていかなきゃいけないんでね、かなり両サイド、視野を広くやらなきゃいけないシーンだったので、なかなかね、揺らすタイミングも見計らってたというところだと思うんですけど、
さあ、ロイヤルチャンピオンをマルチ IT からこれイーグル砲の方まで伸ばしていくような形。これ逆サイマルチまで伸びたらめっちゃ強いな。逆サイマルチの方からのドラゴンライダー登場で、ロイヤルチャンピオンも巻き込んでトーム打てるようなタイミングでね、できればよかったんですけど、まあもともとそこまで考えてなかったというところで、スーサイドロイちゃんとして死んじゃっても OK だよというそういうプランニングですね。まあ、上振れて合流すればより強いと。いや、強いな。さあ、ヘイストが一発残ってるんですけど、これ、なんだ、ラバルと間違えたか？エアスイあるからヘイスト使おうって形なのかな。だったらエアスイにフリーズ2発撃った方が強い気もしないではないが。さあ、ここにフリーズしっかりかけつつ、クイーンが生き残ってんの強いですね。もともと多分クイーン逆サイド流してクイーンでクイーンを処理するっていうプランニングだったと思うんですけど、まあ、イーグル砲の方にね、流れてしまったというところ。いや、ドラゴンライダー全体残ってますね、これ。激強だ。さあ、最終アタック、クラウスらしいね。配置にぶっ刺さった素晴らしいアタックが見れました。強いね。圧倒的全開で、圧倒的すぎるね。ドラゴンライダー全員帰ってきた。これは素晴らしいアタックでした。さあ、これで勝負ありと。いうことで、試合終了しまして、13対12ナビ勝利でございます。まあ、かなり強かったですね。最後の方にね、お互いに、相手の方もね、最初全開取れてなかったんですけど、最後、いくつか全開見つつ、ナビの方も最後3連打での全開で、勝利を決めていった形でした。このところね、若干またね、ベルナーが調子崩してる感じもあるので、頑張ってほしいところなんですけど、おっさんがね、やっぱ安定してますね。星倉がね、さすがのクオリティで。まあ、クラウスだとね、最近ね、まあ、いろんな新しい初手トームのラバルをね、いろんな形で全開取ってたりする中で、こういったね、スケルトンインビジブルの、まあ、通常というべきかわからないけど、まあ、普通のタイプの攻めもやりつつなので、まあ、ますます手がつけられない感じになってるかなというところですね。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。松松のショート、そっ